こんにちは。もちまる日記ゆっくりレビュー、第47回です。もちまる日記の12月のライブが、第42回レビューで取り上げたように、あまりにもひどかったから、年越しライブも見てみたよ。年越しライブ？何時から？予告では、夜11時からになってたね。どうだった？やたら長かった。1時間42分のと、8分強のとあったから、なんだろうと思ったら、8分強のは、長いのの続きだった。合わせて2時間弱。今までで一番長かったんじゃない？そうだね。今回は下僕噛まれなかったの？もちまるにしつこくして、1回噛まれてたよ。見る？見る。もちまるは、新しいソファーの上で寝そべるんだけど、視線でカメラを気にしてるんだよね。なのに、下僕がいきなりお腹を触るから、お前触るんかい、みたいにびっくりしたような反応して。お利口だから、その後も、下僕がお腹を触るのを我慢してたんだけど、十数秒経っても触るのやめないから、ついに左手で、下僕の手を押さえてから、甘噛みしてたよ。下僕も、ごめんなさいって言ってたね。もちまる喜んでもいないのに、十数秒お腹を触るって、下僕しつこいね。もちまるは、かなり我慢強い子だね。噛んでも甘噛みだったし、性格が穏やかみたいだね。今回もお腹空かせてたの？いや、今回は大丈夫そうだった。新しいソファーがかなり気に入ってるみたいで、香箱座りしてたね。その後もソファーの上で、アップの表情披露したり。この横顔、なんか黄昏てるね。手をクロスに組み替えて、おっさん顔披露したり、それから、足のアップが出て、もちまるの靴下について、新発見もあったよ。何？新発見って。もちまる、右手だけ、白い長靴下じゃないのは知ってたけど、左手の後ろ側に、黒い点の模様が入ってたんだね。ほんとだ。今まで気づかなかった。この布製カバーつけたソファーは、もちまるくつろげるみたいだったよ。L 字型の4人掛けで、今までより大きなソファーだったから、ゆっくりレビュー対策会議するために、新調したのかと思ったけど、ナイスチョイスだったみたいだよ。もちまるが気に入ったんなら、よかったね。その後、ご飯もらう場所に行ったけど、水飲んだだけで、ご飯のお皿覗いたり、舐めたりしなかったし。今回は、ライブ前にちゃんとご飯もらってたと思う。よかったね。つーか、当たり前の話だけどね。もちまるは、ご飯ちゃんともらえば、夜遅く始まって、2時間近いライブ中にも、一切おねだりはしないって、はっきりしたから、覚えておこうね。わかった。今までどんだけ、飯抜きやってたんじゃい？そういえば、水飲むとき、最初は、普通に壁側に立って飲んでたけど、途中から、カメラに背を向けるように、向きを変えて座って飲んだし、遠いのに、カメラを気にしてたね。やっぱり飲食の場面は、撮影、嫌なんだろうね。食事って、野生の動物なら、特に無防備になる場面だから、動物の本能考えても、撮影嫌なの、当然だよね。そうだね。ただ今回も、トイレシーンなかったのは良かったよ。それも当たり前だけどね。排泄も、動物が特に無防備になる場面だから、本能的にも、撮影されるの、一番嫌なはずだし。そうだね。トイレシーンを撮影するなんて、本当に思いやりがない行為だから、今回もトイレシーンなくてよかったね。そういえばライブで出しで、もちまるをも振ろうとして、噛まれた下僕、1時間超えたあたりでやっと、もちまるにスリスリしてもらえるんだけど、なんか違和感あったよ。もちまるが、下僕の指を念入りにクンクンしてるし、スリスリした直後に、ソファーに座った下僕が、もっちゃんおいでと言っても、またガン無視で、素通りだし。もう触れなくて焦った下僕が、あれ使ったかな？と思うくらい、違和感あったね。その後も下僕、もちまるに結構しつこくしてたよ。3階寝室の、
セレブベッドに入ったもちまる、ブワ、と膨らませた尻尾をブンブンして。表情からしても、明らかに放っておいてほしそうなのに、また触って。もちまる、触られるの嫌で、体の毛剃ってない？そう見えるね。もちまる、セレブベッドから出て、下僕の方を見た後、部屋を出て行ったよ。そうなんだ。この後も、下僕が触ろうとすると、もちまるが、すごい勢いで逃げてる場面もあったし。振り返って、下僕の方を見てから、また部屋を出て行ったよ。下僕に触られるの、嫌だったのかな？まあ、猫は気まぐれだから、なんとも言えないけど、このライブ全体を通してみると、今回も、時々動画に出してるような、もちまるが下僕にも振られる場面は、撮れなかったんだよね。下僕は、もちまるが嫌がってる時には、しつこくしないように気をつける方がいいね。そうだね。そういえば、もちまるが、例のボルダリングへの、ジャンプを披露してくれたよ。へえ。慎重に見てた後、六角部屋にひとっ飛びで、見事に収まってた。すごいじゃん。こんなの見ると、もちまるは、特別に運動神経悪い猫じゃない。ってわかるね。そうだね。下僕に言わせると、登るときは一気に行って、降りるときは、透明なステップを使うんだって。ただ今回、降りるときも、一段目のステップは使わなかったから、もちまるとしては、やっぱり不安なんじゃないかな？よく見えない透明なステップなんて、危ないからね。やっぱり、第43回レビューで見たような、高いところを歩ける、本物のキャットウォーク作ってあげると、もちまるすごく喜びそうだね。リビングに、増設しようと思ってるらしいから、今後に期待だね。そういえば、もちまるの部屋も、模様替えされてたね。トイレが設置されて、毛足の長いラグも敷かれたから、よかったと思う。キャットタワーの位置も変えたみたいだったよ。もちまるの生活環境が良くなったのなら、よかったね。コメント欄でも、もちまるの体調を心配する声をいただいてたから、今回はお腹空かせた様子もなかったし、元気なジャンプを披露してくれて、安心したね。最後まで見てくれて、ありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いか、どちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかな？ありがとう。